つぼ焼きも完成したか。ぬか床も完成したか。はい、おはようございます。本日は金曜日、3月の7日、はい、久々にですね、天気が良くなりまして、ちょっと寒いんですけどね、はい、天気が回復しました。はい、ということで、前回ね、こちらつぼ焼き芋リベンジということで成功いたしまして、それとぬか床を、作りましたので、今日はいよいよ、井戸ポンプ、はい、こちらがきちんと動くのでしょうかということで、設置して、水が出るかどうか、やってみたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月はい、とりあえずね、今日の、水耕栽培、グリーンのスポンジが、サニーレタス、そして奥のピンクがアイコのトマトそして、黄色のスポンジがその辺で買ってきたトマトの種ということで、あんまり成長を感じられませんが、まだやっぱ寒いからですかね。はい、ということで下の段いってこちらがねブロッコリーもまだ出てませんね。はい、でこっちがエンドウ豆、こちらも出てませんね。でスナップエンドウが、はい、芽が出てきました。でロメインレタスはまだですね。はい、そしてこちら水耕栽培の方は桃太郎トマトがまだですね。そしてこっちはロメイン、レタスは芽が出てきましたね。そしてこちらが、サニーレタスリベンジということで、はい、こちらも芽が出てきました。少しこのホットウォーマーというので、下を温めてますので、やはり、成長が早いと思われます。はい、そして下下段に行きまして、はい、こちらがもやしとなっております。もやしもあんまり変化がありませんけれども、殻がどんどんむけてきて、芽が出始めております。そしてさつまいもの方はこんな感じで、あんまり変化がありませんね。はい、ということで、はい、ではね、こちらファイバースコープのカメラ、こちらで、井戸の中を見てみたいと思います。はい、ということでですね、はい、こちらね、以前買ったファイバースコープで井戸の中をちょっと覗いてみようと思いまして、長さ10メーターまでね見れるので、ファイバースコープを突っ込んでみました。はい、ところがですね、何が何だかよくわからない状況でございましてですね、はい、配管の中だろうなというのは分かりましたけども、あんまり参考にならなかったかなという感じで思います。で覗けばね、水が来てるのが確認できましたんで、ちょっとその深さをね、これ4メーターものなんですが、入れてみて、
すっぽり入りましたんで、井戸ポンプの下の部分ですね、このまま 4m を突っ込もうかなと思って、後でね、落っこちると嫌なので接着してですね、はい、そして井戸ポンプ完成という形になります。これね、で落っことしちゃうとね、また厄介なことになるからね、しっかり握ってですね、落ちないように。そして、こちらの部分も、後でね、落っこちると厄介なのできっちりと接着して、そして、差し込んでいこうかなと思っております。さあどうなるんでしょうかね。ワクワクしません？また失敗するのか、それともうまくいっちゃうのか、こうご期待ですね、この後ね。さあいよいよ実践入れてみます。さあいよいよ入れてきますけど、4m のパイプね、なかなか入れづらいです。はい、かなりねしなってますけども、無理くり入れていきたいと思います。おお、入ったようですね。そしてね、呼び水をね、入れていこうと思いまして、水道水をですね入れております。さあ水は上がってくるのでしょうか。お、出ましたね。ちょっとこの黒いねハンドルがね長すぎて地面にぶつかってますけど、はい、出てます。うまくいってます。はい。それとね、課題がちょっとこれやっぱりポンプを引っ張る弁がですね、やっぱりストロークが短いので出る水の量もちょろちょろという感じで、でも映像で見るよりは結構出てるんですけどね。はい。そしてこれ、見てください。これ 4m のね配管を入れるのは結構大変です。曲がっちゃいます。はい。そしてこれに呼び水を入れて出していきます。きちんと出ましたね。はい。出るとは思ってましたけどね。はい。私が設計してるんですからね、間違いないでしょう。なんちゃって。はい、それではね、無事井戸が水が出ました。完成大成功。ありがとうございます。ということで、こちらがね、井戸から採取した水、ちょっとやっぱ茶色く濁ってますね。でこちらが水道水。はい、ちょっと水質検査っていうのをね、はい、ちょっとやってみたいと思います。まず水道水の方から。はい、ppm っていうのが161で EC っていうのが322
はい。でこれが何なのかは後でナレーションで言いたいと思います。はい、井戸水の方ね。はい、ppm が197、EC のが394ということで、観測結果が出ましたので、はい、ちょっと後でナレーションで分析して報告したいと思います。はい、今ですね、後ろの、農家のおっちゃんに来てもらって、聞いたんですけど、井戸水がですね、どうやら鉄分が多いらしいんですよね。はい、ですので、鉄分が多いと、あんまり作物にも良くないし、飲み物にも良くないということで、このお茶をね入れるとすぐ分かるらしいんで、水質検査、簡易的な水質検査でちょっとお茶を入れて色が濁るのかどうかやってみたいと思います。どうなの？どうなの？わからん。お茶色になりました。お茶色。おっちゃんに聞いたら、米ぬかですね。あまり揚げすぎるのは良くないけれども、パラパラ巻くぐらいでは栄養になるからいいよということなので、パラパラと巻いていきたいと思います。なんかね、他の YouTube さんの、農家さんのね、YouTube を見ているとですね、非常にこの米ぬかがですね、悪さをして、虫を呼んで、そして熱を発して、作物に影響を与えるから、作物を植える1ヶ月ぐらい前から、巻いた方がいいよという動画が結構多いんですよね。はい、ということでね、ビビってました。はい、あげちゃいけないのかなというふうに思ってたんですが、農家のおっちゃんに聞いたらですね、上からパラパラ巻くぐらいは大丈夫だよと、栄養にもなるしということで言われたので、とりあえず上からパラパラ巻いてみたいということですね。はい、ではぬか床をかき回していきたいと思います。空気が入るようにね、毎日1日 1,2 回ということなので、かき回していくんですが、ちょっとあまりにも量が多いので、ちょっと1回ここに入れたいと思います。これね、この前レオくんママにもらった唐辛子が入ってます。やっぱね、昔からね、行われている、おばあちゃんの知恵というか、先人の知恵というかですね、ぬか漬け、ぬか床というのはですね、やはり健康にもいいし、理にかなってるのかなと思いますので、今はなかなかね、こういうことをしなくなりましたけれども、はい、やっぱ腸にいいということなので、あとね、ぬか漬け大好きなんですよ。はい、もういくらでも食えちゃうというかね、はい、
食が進みますんでね、いいと思います。はい、ではですね、米ぬかがですね、もうじゃがいもを植える前に今米ぬかをまいちゃうとですね、発酵して温度が高くなって根腐れしてしまうということを勉強しましたんで、じゃあ実際、どのぐらい米ぬかがですね、乳酸菌が分解してですね発酵温度が上がるのか、ちょっと試してみたいと思います。で、もし、かなり高温になるようでしたら水耕栽培の方のね、下に、置いてですね、そして、ビニールハウス内の温度が上がれば、育苗の助けにもなるのかなと思ったので、ちょっとそれを実験してみたいと思います。でこれ温度計もあるんで、温度計で、チャレンジしてみたいと思います。はい、これ畑で取ってきた土をまず引きます。これ見ての通り去年の草がですね、はい、残ってまして、まだ土に慣れてない、分解されていないので、米ぬか使ってどのぐらい分解されるのか、よいしょを見ていきたいと思います。その前に温度測っとこう。温度ね、今の温度地温度 12.5 度12.5 度下がったの 11.6 度11.6 度もっと下がったな。どうしよう。ではね、今、土壌温度 10.3 度、これで、米ぬかを巻いていきたいと思います。そして、土をかぶしていきたいと思います。はい、そして、水をかけていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとしばらく様子を見たいと思います。今日がね3月の6日午後1時で、どのぐらいで変化があるのか、はい、ちょっとね見ていきたいと思います。はい、こちらね実験で土とぬかを混ぜて一晩経ちましたんで、今何度か見てみたいと思いますが 7.0 度、やっぱり発酵するには温度がですね上がらないと多分ダメなんじゃないかなと思います。はい、ですので、またちょっと温度上がるまでねしばらくちょっと様子見てみたいと思います。はい、ということでね、こちら
もうだいぶ前の映像なんですけど、温室ハウスっていうんですかね、なんていうんですかね、ビニールハウスっていうんですかね、ちょっと、安かったんで、買ってしまいました。はい。でこれをね、組み立てて、ちょうど水耕栽培にいいかなと思って、これとですね LED ライトを買いましてですね、はい、そして、水耕栽培の方を、やっていこうかなというふうに考えて組み立てておっておるわけでございます。今考えればね、自分で作ればよかったと思ってるんですけどなぜか買ってしまいました。はい。でね、やっぱ温度が大事ということでね、ビニールハウス買ったわけですが、まあね、でもね、ほんと1週間もすればもう暑くなりますからね、どうなんでしょうって感じなんですけど、はい、まあとりあえず、ビニールハウスを作っております。はい、そしてね、水質検査の結果なんですが、井戸水がまず ppm が194、EC が、388、そして水道水の方が ppm が161、EC の方が322ということで、結論から言いますとですね、ppm の方は 500ppm 以下が安全と、これは WHO 基準ということらしくて、EC の方はですね、100から500マイクロジーメンスパーセンチメーターが一般的な水道レベルということでですね、結論から言うと、井戸水の方が、やや高めではあるけれども、一般的な基準範囲内ということで、どちらも飲用基準内に収まっているということでございます。ただね、大腸菌とか、細菌と有害物質、ヒ素とか、その辺の検査はもう一度きちんとしないといけないかなと思っておりますので、いずれにしろ無事ですね、お水は出たということで、鉄分も少なそうなんで、比較的、作物には全く影響ないのかなというふうに考えておる次第でございます。ということでね、本日も、皆さんご視聴ありがとうございました。また次回もね、いろんなことにチャレンジしていきたいと思いますので、もしよかったら、見てください。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。久々のね、晴天になりましたが、風が強くて非常に寒い一日でございました。はい。でまたね、週末もしくは来週も雨という予報なので、じゃがいもの植え付け、は、それが過ぎてから少し暖かくなってから植えようということになりましたので、はい、ちょっとタイミングをね、ずらしてという形になりました。はい、ということで、今日はね、ついに井戸ポンプ完成成功ということで、ありがとうございます。自作のね、手押し井戸ポンプを作成いたしまして、はい、それで、久々にね晴天になったので、既存にあった、井戸、浅井戸がもともと貫通してましたんで、それの、上にですね井戸ポンプをつけて井戸水を出してみました。はい、ということでね、下の部分にですね、ビー玉を入れまして、逆流防止弁ということで、上がってきた時に、
そのビー玉で、弁になって、水がザーッと落ちないようにですね、はい、入れたんですが、ちょっと課題としてはですね、そのビー玉だけでは、やはりしばらく放置するとですね、水が全部落ちてしまうということで、一回一回呼び水を入れないといけないということに、なってしまいましたので、その辺は課題なんですが、そこを完全に、逆止弁をしたところで、しばらく使ってないとどうしても蒸発とか、水はなくなってしまうと思うので、はい、そこをきっちり逆止弁をすべきかどうか、はい、その辺はね、ちょっと難しいところなんですが、はい、ちょっと課題として、ありました。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月